はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。リップル社への損害賠償金額を弁護士が予想ということで、おなじみですね、集団訴訟弁護士のジョン・ディートーさんがですね、自身の考えをですね、ツイッター上で、共有の方をしてくださいました。リップル社の裁判で SEC は五分五分の勝利を収めたと議論してきた人々は 100% 間違っている。むしろ90対10でリップル社に有利だった。もしリップル社が2000万ドル以下を支払うことになれば、それは 99.9% の法的勝利だということでコメントをされています。で、これに関してですね、YouTuber 兼、弁護士のですね、ジェレミー・ホーガンさんがですね、コメントをされています。昨夜、妻とちょっとした口論をしたと。つまり、今朝は損害賠償について、考えていますと。奥さんと喧嘩したんですかね。で、私について、とってはですね、その損害賠償っていうのは、彼女をね、連れて行くべき様々なレストランを検討することだと。で、リップル社と SEC にとっては、事態はもう少し複雑だ。ご興味があれば小さなスレッドをどうぞということで考える共有の方をされています。法律では SEC は損害賠償、罰金、利息を求めることができますと。損害賠償はルール違反者、リップル社から利益を取り上げることであると。で、裁判所は、機関投資家への XRP の約7億7000万ドルの販売は不適切であると指摘しましたと。で、リップル社にはいくつかの主張があると。第一に、SEC 対リュウ事件は基本的に損失補償は公正な救済措置であり、公平であるべきだと述べていますと。そして、この文脈における公正とは、違反者の利益を総額ではなく純額で、とすべきことを意味していますと。つまり、リップル社は合計額から、営業経費を差し引くことになると。で、最近、第二巡回、控訴裁判所で指示されたように、損害賠償は被害者のために与えられるもので、なければならないと。で、被害者とは、投資で損失を被った個人団体を意味します。つまり、XRP の購入者が 0.3 を支払い、価格が 0.6 になった場合、その購入者は被害者ではないので、損失保証は行われない。余談だが、SEC が未登録証券の販売で企業を訴え、その訴訟中に証券の価格が上昇するというのは、どれほど珍しいことなのでしょうか。非常に稀だと。XRP の価格が上がってるからね。で、そして、それは、その証券が証券ではないことの、もう一つの証拠かもしれないと。話がそれましたが、最後に SEC は XRP の購入者と米国との間に何らかの因果関係があることを証明しなければならない。言い換えれば、リップル社が XRP を米国と関係のないドイツの投資会社に売却した場合、SEC はその売却について管轄権を持たない。その因果関係の問題は面白い、興味深いと。じゃあ SEC は具体的に損害賠償額を証明する必要はないとする、判例に頼るだろうと。そういった事例を持ってくるだろうと。で、SEC は大まかな推定額を裁判所に提示し、そうでないことを示す責任は被告に移りますと。だから SEC がね、大まかな賠償金額だっていうのを掲示するんですけども、その賠償金額が妥当でないっていうね、ことを示すのは、リップル社に移ると。で、SEC はまた法律違反を助長するために行われたリップル社の経費は、純利益の計算において、リップル社の事業経費に算入されるべきではないと主張しますと。だからね、そもそも法律違反を行っているので、それにね、費やした、経費だったりね、事業経費だったりっていうのは、含まれないと主張してくるだろうと。これは2024年に当事者間で争われる問題であると。結論として、保証金額は7億7000万ドルにはならないと。主な損害問題についての理解は深まりましたかと。では、チョコレートフォンデュの美味しいレストランをリサーチするのに、戻るのに失礼するということでね、考えの方をまとめられています。で、またね、これに対して、このスレッドに対して、ジョン・ディートーさんコメントされています。また、いくつかの準備書面では、XRP の売上は 95% が米国外である、可能性があると言及されていますと。
もしこの数値がリップル社の売上7億7000万ドルから7億3150万ドルを差し引くと、3850万ドルしか残らない。それから合法的な経費を差し引くと、私が前に言ったように、機関投資家の売上のほとんどは、XRP が 0.25 セント以下であった初期の頃のものですと。結局のところ SEC はリップル社が罰金を支払ったとしても、この件に費やしたリソースを妥当だと判断することはできないだろうと。彼は LBRY 社から14万ドル、彼らは LBRY 社から14万ドルを得たと。この事件を起こすには別の動機があったのではないかと思われますねと。で、一般ユーザーの方ですね。では、実際の金額を推測するとしたら、どのくらいになるのでしょうかと。で、そのスレッドのね、元のジェレミー・ホーガンさんですね。多くの手続きや、情報がまだ出てきてはいないが、私が聞いたいくつかの数字が本当だと証明されれば1億ドル以下ですということでね、この聞いた数字っていうのはどこのものなのか、ジョン・ディートさん、のね、ところの数字なのかちょっとわからないんですけども、だからね、機関投資家に、売却したその7億7000万ドルすべてが、損害賠償に、移るんではなくて、その営業経費を差し引いたり、または、米国以外のところのね、販売とかも考慮すると、1億ドル以下になるんではないかと、十分ね、少なくなるんではないかなということで、予想されています。実際にね、機関投資家への、賠償金額決定したとしても、当初ね、予想されているものが大幅にね、少なくなれば、それはね、全体として、99%、99.9% の法的勝利だと。暗号通貨全般のね、にもいいイメージがね、湧いてくるのかなとは個人的には思っております。ということで、ここまでがね、一応今 SEC 関連の直近情報になります。一応考えのね、著名な方の意見の方をまとめて、配信をさせていただきました。また引き続きですね、サイモンの方は継続ですので、いろいろ情報の方出てくるかと思いますので、またですね、動画の方をアップしていきたいと思います。僕の方は今ですね、リップル関連、SEC 関連を含め、XRP レジャー関連、フレアネットワークス関連ですね、毎日海外の方から情報の方を精査しております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンクを載せておりますので、何か気になることと暗号通貨全般の質問も受け付けておりますので、よかったらこの機会にお友達追加とコメントの方よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。